いやっほーみんな息してる息しかしてない時丸です。今日はミニマリストのバッグの外見紹介します。中身じゃないんですよ。外見。ミニマリストのバッグの中身ってね、よくほら、そういう企画あるじゃないですか。僕も過去にやってますけどね。でも今日は中身じゃなくて外見です。はい。これ、これ。サムネ、これ。サムネ。はい。2年間で使ってきました。ハイパーライトマウンテンギアというメーカーのコンター35、35です。コンター35というモデルです。で、重さがね、459g。むちゃくちゃ軽量で、ロールトップタイプ。こういう風に上がね、パカッと開くようなタイプで、で、素材はダイニーマコンポジットファブリック DCF という素材です。はい。で、これをね、2年間使ってきて、で、やっぱりいろいろ見えてくるものがあるんで、ちょっと久々にね、バックパックの紹介というか、自分が使ってる使いこなしみたいなものを含めて、ちょっと話していきたいと思います。で、もうね、2年経つのかって感じでね、結構びっくりですね。で、前からこのチャンネル見てくださってる方は、デイブレイクというもう一つ前の僕が使ってたバックパック、覚えてるかもしれませんよね。17リットルでした。17リットル。これよりもだから全然容量が少なくて、積めなかった。荷物が入らないようなバックパック。でもなんかあれからその自分のエクストリームスタイルが始まったと思っていて、今でもものすごく、思い入れのあるアイテムですね。ただ、その後に、メーカーのね、仕様が変わってしまって、今新しくアップデートされているので、僕が使っていたデイブレイクはもう今買うことはできません。中古とかでは出回っているとは思うけど。で、それから、このね、35というね、サイズに乗り換えたわけです。で、最初はね、ちょっと35って大きいかなと思っていたんですけど、結果的にね、ドハマりしてますね。だから結局2年間同じものを使い続けられているなと思います。で、なんかね、いろいろその要素はありますよ。まずね、このロールトップタイプっていうのが、こうね、シャカシャカと丸めて、こうギュッと止めるタイプで、ものすごくね、コンパクトになるんですよね。で、コンパクトになるんだけど、やっぱりこの開け閉めがファスナーじゃないから面倒じゃないですかと、感じる人もいるかもしれません。で、僕自身も最初これ面倒だろうなって思ってました。その前に使っていたバッグがゼップだったんで、これ面倒だなって思っていたんですけど、今では普通に慣れましたね。慣れました。はい。結局慣れの問題だっていうことだったりとか、あとは、この外のポケットが結構あるので、この辺に必要な荷物を入れておくことによって、わざわざこのロールトップを開け閉めしなくてもですね、活動ができると。物を取り出せると。でむしろ、このバッグに関しては、このね、背面、底面にですね、ポケットがあります。で、こういう風にね、ここにあるんですけど、ここにあるんですよ、ここに。で、これいわゆるトラッシュポケットって言われるポケットで、ハイキング中にですね、背負ったままそのまま荷物を入れられると。だからそういう面で、食べ物とか食料とかここに入れて、わざわざ荷物をザックを下ろさなくても、行動しながら使えるっていうところで、これが非常に役に立つというか、実際にその山で使うと、この便利さがわかります。で、僕はこのバックパック一つしか持ってないので、これを山、そして旅、そして日常使いの街で、これだけを使ってきました。で、普通の移動に関してもね、旅行とか旅だけではなくて、撮影の仕事だったりとか、その仕事の時にも基本的にこの中に、必要な機材を入れて持ち運ぶということをやってきて、ちょうどね、自分のサイズ感にやっぱ35という容量が合ってるなと思いますね。で、一つね、これを街で使うとき、ちょっといろいろ話はちょっとね、前後するんですけど、これを街で使うときに結構気になるのが、やっぱり35って容量が、大きいから、中がね、スカスカになるんじゃないかってね、思ってる人いると思います。で、そのね、解決の方法があって、まずね、街に例えばその MacBook とか持っていくじゃないですか。で、こういうね、今ケースに14インチの MacBook Pro、重いんですけど、これを入れてますけど、
こう中に入れるじゃないですか。で、入れた時に、普通にこのロールトップを閉じますよね。シャ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 っと閉じて、で、これ今だから MacBook 1台しか入っていないような状態です。これで止めてですね、で、このね、サイドの、閉めるね、このループというかこのね、これがあるんですよね、この紐がね。これをね、ギュッと締めると。グッと締めると。で、そうすることによってかなりね、ここが、幅がこう圧縮されるんですよ。で、かつ、実はここがミソなんですけど、このね、ポケットあるじゃないですか。このサイドポケットの、ここもね、ギュッと締める。近く。サイドポケットのここもギュッと締めます。こう。はい。でつまりこのボトルポケットみたいな感じで、このサイドにいろいろ入るわけですけど、ここがですね、実はこのバッグの待ちを狭める機能の一つとして効くんですよ。だからこれがね、結構ポイントで、だからここの上だけだと、上のね、このドローコードだけだと、上部しか閉まらないんで、ちょっと下側の、このね、このボトルホルダーっていうのかな、これの、こう、サイドをグッと締めてあげることによって、かなりね、コンパクトになってブレがなくなります。で、これこっち側もね、逆側もやるんですけど、こうなったら、見てください。こんなにね、横薄くなるんですよ。で、こうすることによって、全然ね、背負えるんですよね。こういう風にね。で、一切歩いていてブレがなくなります。はい。だから、本当にMacBook 1台だけでちょっと出かけたい時とかあるじゃないですか。なんかちょっとカフェで作業したいなとか、なんかちょっと友達ん家、なんか PC だけ持って遊び行くかみたいな。そういう時とかもですね、この MacBook 1台を入れて、もう持ち運べると。だから本当に快適になります。このね、使い方をちょっとね、工夫するだけで。で、もちろんね、山に行くときは、普通にね、全開にして、で、このロールトップをね、こう2回転ぐらいさせれば、かなりよくあるような、ハイキングスタイルというか、バックパッカースタイルの容量になるので、実際に僕もね、このバックパックで、テント泊何回も行きましたけど、中に、テントと、そしてシュラフと、で、スリーピングパッドみたいなものをすべて詰めて、これだけで、1日2日を山の中で過ごすこともできます。だから、そっちはハイキング用のもともとね、バッグなので、ちゃんとね、作られてて。で、やっぱ素材がそのダイニーマっていうところもあって、結構丈夫ですね。そこはやっぱりこのハイパーライトのバッグの強みかなと思うんですけど、やっぱりUL 系のバッグってどうしてもそのシルナイロンとか、結構ね、弱かったりするんですけど、やっぱりダイニーマなんで、なかなか壊れないというかね、全然2年間使っていて今どこも問題がありません。でもしかしたらもうそろそろ来るのかもしれないけど、で、やっぱりダイニーマが弱いのって突き刺しなんですよね。だから突き刺しに弱くて、結構その尖ったものとかに注意する必要があるんですけど、それさえ気をつけていれば、穴が開かなければね、そこからこう避けるってことはほとんどないので、ものすごくね、頑丈に使うことができますね。で、一切、ほつれとかもなく、で、そしてこのね、裏側のなんていうかこの、つなぎ目っていうのかな、この辺のね、ショルダーのパッドあたりの縫い目とかも、全く問題なく、今でも普通に使えています。ほつれもなく。だからこの辺のやっぱり、作りの強さっていうのが、結構ハイパーライトのギアのね、特徴なのかなと思いますね。なんかUL ってどうしても壊れやすいアイテムとか、軽くしすぎて、作りが弱いみたいなところもありますけど、これに関してはガシガシ使える、そういうアイテムになっています。だから結構ハードユースに耐えるっていうかな、そういう感じになってますね。で、あとこの35リットルで僕がいいなと思ったのは、結構やっぱ、こういう発信とかもしてたりとか、映像を撮ったりするんで、カメラとね、この三脚みたいな機材を持ち運ぶことが多いんですよね。だから、その制作機材っていうのかな、そういうものが結構あります。だからドローンを使っていた時なんかこれに全部ドローンとかも積んでたし、
で、そういうものがやっぱり必要がなければ全然デイブレイクの17リットルでいけるんですけど、生活用品的にはね。もう基本的にインナーバッグ、3つしか今使ってないんで、この中にインナーバッグ3つしか入んないので、あとは洋服が、T シャツが1枚2枚って感じなんで、全然ね、17リットルでもいけるんですけど、やっぱり制作機材が入ってくると、このカメラ三脚で PC みたいなものが入ってくると、17リットルでは若干きつくなります。もうギリギリになっちゃうんで。でもこれだと、ある程度ね、そういうものを全て入れたとしても、余裕ではないけど、ちょうどよく、ジャストぐらいで持ち運ぶことができるので、だからこの35リットルっていう容量は、普通にテント泊みたいな山を楽しむためにハイカーの人たちにも、ウルトラライトハイカーな人たちにも役に立つし、かつその動画とかね、コンテンツ制作をしているような人たち、クリエイターの人たち、そういう人たちにも道具を入れられるっていう意味で、かなりいい感じのベストな容量になってるかなと思います。で、これからもう少しね、その45とかに、40とか45になると、やっぱりもう少し大きくなっちゃって、バッグ自体の自重も増えちゃったりするんで、結構ギリギリかなっていう感じはしていて、で、このバッグ自体のロードキャパシティ、つまり積載、最大積載量みたいなところですけど、それが11.5キロとかだったかな、ちょっとうろ覚えですけど、だいたい11から12キロぐらいまでが限界だと言われてます。で、自分が持ってる機材、その三脚とかカメラとか全て入れたとしても、ちょうどね、入れて10キロとかなんですよね。この間調べたらね。だからそのキャパシティ的にもちょっとギリギリのところで、やれると。で、もちろんそのギリギリじゃない方が良くて、普段はなるべく軽くして、持ち運ぶってことをしてるんですけど、いろいろね、いろんな条件が重なって最悪重くなったとしても、耐えられるような、作り物になっています。で、ちょっとエイジングを見ていきたいんですけど、やっぱりね、こう、第2馬特有のね、こういうね、わかりますかね、こう、シワシワというか、シワシワ感は出てきてますね。で、若干この真っ白なので、このね、上の部分がこう、茶色になって、若干その汚れ、土とか、手垢とか汗とかで、こう汚れてる感じは出てますね。だからこの辺がちょっとね、ちょっとこうエイジング。僕は結構こういうエイジングが好きで、ようやくその2年間経って、なんかこう味出てきたなみたいな感じで嬉しいんですけど、でもこういうのが嫌いな人も中にはいると思いますね。でもやっぱりこの第2馬という素材自体が、どうしてもこういうね、なんかシワシワになりやすいんですよね。この外と内でなんかこう張ってる感じがあるんで、なんかそのね、こう何回もこうロールトップでぐるぐるしたりしてると、それがよれてくるっていうところはあります。ただ、よれたとしてもその防水性みたいなものが失われることはなくて、今でもこれはもうザックカバーなしで、これだけで雨の日も全然耐えられるような状況になっています。で、他のポイントとしてはですね、この外のね、ポケット、これがね、割とね、これも第2馬素材なんだけど、そんなにストレッチはないんですよ。そんなにストレッチはない。若干はあるって感じ。こっちの素材よりかは。だから、割とこう効くんだけど、そんなにパンパンになんか詰められるって感じではないです。ただ、レインジャケットとかね、僕は結構本とか、なんかこう取り出しやすいものとか結構ここに入れることが多いんで、ここをあえて、膨らませて、で、中の容量を軽くするみたいな使い方もしていますね。やっぱりこのサイドのいいところはですね、結構ね、大きいんですよ。これさっき、街を狭めるために締めましたけど、逆に、今度これ全開にしてみます。これ全開にするとですね、こういう広がり方をします。はい。こういう広がり方。すごく広がるんですよね。で、実際ここにね、500ml のペットボトルを2本入れられます。頑張れば3本ぐらいいけそうな、容量、街の広さになってるんで、このね、サイドポケットを含めると結構な荷物がね、積めると思いますね。だから僕割とこのサイドに、三脚とかも入れるんだけど、それ以外の、ブロアだったりとか、なんかそのカメラの微妙なね、周辺機器みたいなものをよく入れたりしてますね。割とそういう拡張性も気に入っています。で、あとはこっちのね、ショルダーの部分なんですけど、このショルダーの部分はですね、これね、一応ボトルフォルダーみたいな、ドリンクホルダーみたいなものがついてはいるんですけど、これね、実際ドリンクはなかなか厳しいです、サイズ的には。だから、入れようと思えば入るんだけど、結構ね、
小さいんですよ。うん。だから、ここはね、よくスマートフォンを僕は入れてますね。うん。スマートフォンだったりとか、例えば AirPods だったりとか、なんかそういうこう身の回りの品というかポケットに入れてるようなものですぐこう取り出せるので、そういうふうなものを入れたりしています。なので、まあドリンクはここには入れずに、まあサイドに入れて、で、ちょっと取るときは緩めて取って飲んで戻すみたいな感じでやってるんですけど、もうそれでもね、でも十分ですね。別にこの手前側にある必要はないかなっていう感じはしています。で、最近、ハイパーライトのラインナップで、やっぱり結構トレイルランニング向けの、バックパックが結構増えている印象があって、今年もになってもね、新しく出てるんですけど、それはもう完全にやっぱりそのトレランみたいな感じで、この表面にね、ショルダーの部分にかなりいろんなものを入れられるような構造になってるんですけど、これはまだその中間というか、まあギリギリ、ハイキング系のバックパックの体裁を保ったまま、まあドリンクは入れられないけど、そのちょっとしたアイテムをここに入れられるみたいな。うん、カメラ、ちっちゃなカメラとかも入りますね。うん、そういう風な感じで、ここもまあよくね、使えます。だからなんか全部その使いどころがあるというか、使わないポケットが一切ない。で、その分その中は本当にシンプルになっているので、一切ね、この中にポケットがあったりはしないんですよ。ただの袋になってるんですよ。だからその中のそのインナーモジュールっていうのかな、ちっちゃなモジュールを自分で作って、インナーバッグを使うことが推奨はされるんですけど、でも本当にね、役に立ちます。なんかこの間友達と買い物に行って友達が荷物を持てなくて、で、僕がこのバックパックをたまたま持って行ってて、で、中スカスカで、結構なんか毛布っていうかなんか大きなキルトみたいなのを買ってたんですよね。で、それをなんか手にこうやって持ってたから、それを詰めてね、で、僕がこう持ってあげるみたいなことをやったりとか。そうなると結構、これ容量あるから、もうザクッとね、そのなんか布物とか、そういう大きなものも入れられちゃうんですよね。なんか猫とかもね、この間長野の友達の家にも行きましたけど、猫これに行ってちょっとパクってやろうかなって考えたりも、もう自分の東京の家に連れて帰ろうかなって考えたりもしましたね。それくらい、うん、なんか、まあ本当はね、動物とか運ぶのはちょっとね、虐待になっちゃうんでいけないですけど、まあ運ぼうと思えば運べるくらいのものになってると。まあもちろんその人間は無理だけど、このサイズでは。うん、でもまあかなりのね、容量があるんで、ザクッといろんなものを入れられるっていう意味では、やっぱりそのロールトップで、一気質で中がシンプルになってるってのは、使い勝手がね、本当にいいなと思いますね。で、これまあ慣れないうちはね、やっぱ難しいんですよ。僕も結構昔はグレゴリーだったりとか、パタゴニアだったりとか、まあそういうこうバックパックを使っていた時期もあるんで、そういうバッグって結構中にインナーポケットがたくさんあったりとかするじゃないですか。だからなんかね、その時はその時で便利だったんですよ。で、すごくなんか安心できて。でもやっぱりこう、いろいろこう探すのに困ったりとかね。で、なんか忘れていてそのまま中に昔のガムが放置されていたりとかね。なんかそういうのがたくさんあったんですけど、これになるとですね、最初は不安だったけど、そういうふうに、自分の使い方、中に入れるインナーバッグを工夫することによって、自分のスタイルに育てられるっていうのかな。なんかそういうね、自分でそのシステムを作っていくみたいな面白さもあります。だからそれは、これが本当に一気質ですごくシンプルだからできること。何もないね、空白、余白みたいなものだから、あとはその使い方を自分で工夫して、自分の使う技とか技術を高めていくみたいな方向に持っていける、バッグだなと思います。だからなんかね、そういうこう、山道具って結構その、山道具に育てられるみたいなことって結構あるんですよね。長くやってるとね。やっぱこう、最初は不便なんだけど、それによって、実際に山で使うことによって、それの具体的な使い方だったりとか、もっといい方法だったりとか、そういうのを自分自身で工夫の中で編み出していくと。で、それはやっぱりまあ自分が生きる力そのものだし、で、そこでその培った技術みたいなものを、横展開して、で、他の方法に応用できたりするんですよね。なんか具体的な例は今すぐには思い浮かばないんだけど、クッカーとかそのクッキング系のアイテムとかでもそうですよ。だから僕が部屋で、家の中でもその山の調理道具を使ってるのも結局そういうところはあって、で、道具を使いこなすんだけど、道具によって自分が使われるっていうのかな。鍛えられるっていうのかな。うまく言えないですけど、なんかそういう感覚がね、あると思います。で、一応ね、ループがついてるんで、この外側に。
で、だからこの辺にこうループを自分で通せば、なんかここのベルトをね、拡張して、なんか外付けのピッケルとか、サンダルとか、こういうこうね、スノーシューズとか、なんかそういうものをね、ここにもう取り付けることもできるらしいんですけど、僕はまあ、全然この中身だけで事足りてるんで、このね、ベルトはつけずに行っています。なんかこう拡張で、まあ、例えばそのテントとかね、そういうものを外につけたい人も多分いると思うんですよね。バックパックが小さい人はね。だからまあ、外付けすることも可能だし、でも全然35リットルっていうのは、まあ、テントと、シュラフとスリーピングパッドを入れて、まあ、スリーピングパッドはその、いわゆるそのエアインフレータブルタイプのね、ああいうものはもう全部中に詰められるようになるんで、僕は結構やっぱりそういう、全部詰めちゃうのがやっぱり好きで、外についてるとやっぱりこういろいろこう歩く、すれ違う人のこととか考えなくちゃいけなかったりとか、なんか山の中でその木が当たったりとかして進めなくなったりとか、なんかそういうなんか感じがあるんで、なるべく自分の身体にそのバックパックが収まるような感じのパッキングが、まあ今は好きで、前はロール系のパッドをね、外付けしてたりしてた時期もあるんですけど、なんかそういう風に最近は中に全部入れて、ぐるっとね、コンパクトに、で固めて持ち運ぶみたいなものが好きで、そういうね、やり方をするときには、このバッグは、すごくいいかなと思います。はい。ということで、まあ、壊れるまで多分使っていこうと思っています。まだまだ現役ですのでね。で、なんかその最近やっぱり夏になると山に行きたくなる気持ちが高まっていて、新たにね、ちょっと山道具をね、入れてしまったんですよ。まあ服なんですけど、まあおそらくまあ近々動画の中とかで着ることにはなるとは思う、まあちょっと先かな、シーズン的に、着ることにはなると思うんですけど、で、そういうまあ自分が実際に買った持ち物とか、で、それを選んだ哲学みたいなものに関しては、コアのメンバーシップで共有しているので、興味がある方はそちらの記事もね、概要欄貼っておきますので、覗いてみてください。はい。ということで、みんなはどんなバックパックを使っていますでしょうか？登山家の人も、ハイカーの人も、ハイカーじゃない人も、こういうのおすすめですっていうのがあれば、概要欄でぜひ教えてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。